はい、気ままな親父の趣味チャンネルです。このチャンネルでは北海道の北部の情報を中心に紹介していこうと思っております。今回の動画は北海道富良野市にあります富良野スキー場のスキー場管理区域外アクセスポイントについて紹介したいと思います。皆さん、バックカントリー好きですか？私はほとんどゲレンデで滑っておりますが、たまに誰も滑ってないエリアを滑ることがあります。すごく気持ちいいんですよね。ただルートを知らないと遭難するリスクがあります。富良野スキー場にはスキー場管理区域外アクセスポイントが6カ所あります。その中の2カ所のアクセスポイントにつきまして紹介したいと思います。富良野スキー場でバックカントリーを滑る際の参考になればと思っております。4K 映像かつ20言語の字幕を歯車マークから選択して最後までご視聴いただければ幸いです。最初に富良野スキー場のレーダーチャート並びに特徴をお示ししております。レーダーチャートは私独自の評価ですので参考程度に見ていただければと思います。富良野スキー場の強みは気温が低く積雪量も豊富です。コース数も28コースありますので初心者から上級者まで満足できると思います。またスキー場管理区域外アクセスポイントが6カ所ありバックカントリーを楽しむことができるんです。そしてロープウェイ、コントラ、クワッドリフトなどがある点もストロングポイントじゃないかなと思います。営業は11月下旬から5月上旬までのロングシーズン滑ることができます。スキー場にはレストランやレンタル、外国の対応レッスンなど充実していると思います。ただ新千歳空港や旭川空港から遠い点とリフト券料金が高い点、混んでいる点はデメリットだと思います。はい、富良野市の国道38号線から富良野スキー場に向かいたいと思います。まず富良野スキー場までのアクセスについて紹介したいと思います。東京羽田空港から富良野スキー場に一番近い空港であります旭川空港までの距離が約 927km、 飛行時間が約1時間50分です。旭川空港からの距離は約 47km、 そして JR 旭川駅から約 62km の距離があります。ただ北海道外から北海道のスキー場に行く場合はほとんどの人は新千歳空港を利用すると思います。新千歳空港から富良野までの距離は約 127km の距離があります。富良野スキー場までのアクセスは圧倒的に旭川空港から向かった方が近いですので、ぜひ旭川空港を利用していただければと思います。富良野スキー場は富良野ゾーンと北の峰ゾーンに分かれております。それぞれの行き来は連絡コース並びに連絡リストで行き来ができます。富良野ゾーンと北の峰ゾーンにつきましては過去に YouTube で紹介しております。概要欄にリンクを貼っておきますのでぜひご覧いただければと思います。富良野スキー場のリフト料金はご覧の通りです。温泉入浴券や1000円のチケットがついたお得なリフト券もあります。この辺りの北の峰エリアは第2のニセコと言われておりまして、新しいコンドミニアムなども建てられています。 JR 富良野駅から約 4km にある富良野スキー場北の峰ゾーンに到着できました。富良野スキー場でバックカントリーをするためのスキー場管理区域外アクセスポイントは6カ所あります。先ほどの地図を拡大してお示ししております。6カ所のアクセスポイントではスノーシューがなければ絶対に無理な場所やかなり登らないといけない場所もあります。今回は比較的滑りやすい1番と5番の2カ所につきまして紹介させていただきます。最初に紹介しますスキー場管理区域外アクセスポイントは富良野ゾーンにあります1番のアクセスポイントです。私はここに行くために富良野ロープウェイに乗りました。ロープウェイかなり混んでいましたね。それではロープウェイの中に入ろうと思います。この日はロープウェイが混んでおりましたので横から撮影した映像を紹介しています。乗車時間5分ぐらいで山頂駅に着きました。山頂駅の建物の中には自動販売機がありました。富良野ロープウェイからダウンヒル第3ロマンスリフトに乗り換えます。このリフトに乗った時間が午後11時半ぐらいでしたので結構番が荒れていました。
ダウンヒル第3ロマンスリフトからすぐ近くにスキー場管理区域外アクセスポイント1番があります。今見えました。アクセスポイントはお示ししているコースマップで黄色の枠で示した場所です。このアクセスポイントから赤の点線の枠で囲んだエリアのバックカントリーをすることができます。このアクセスポイントより先はスキー場ではありません。ここから滑る場合は必ず登山届を近くのパトロール詰所に提出してください。また赤枠で囲んだビーコン、携帯の予備バッテリー、ショベル、地図、非常食などを準備しておいてください。遭難した場合は救助費用が全額自己負担になるようです。もし遭難してしまった場合は黄色の枠で囲んだ緊急連絡先に電話してください。アクセスポイント1から赤の点線エリアのバックカントリーを滑るためにはトラバースしなければなりません。他の人が滑った後を滑って途中バランスを崩して止まらないように気をつけてほしいです。しばらくトラバースしていくと広いバーンが見えてきます。この辺りから滑っていただければと思います。こちらの映像は昨シーズンに撮影した映像です。撮影した日は気温が高かったため雪が重かったですね。前半部分は木も少なく斜面も急なので軽い新雪があれば気持ちよく滑れると思いました。私が撮影した時には誰も滑っている人がいませんでしたので雪面を映している状態でした。ここはコースルートがわからない方はコースがわかる方と一緒に滑った方が良いと思いました。後半部分は斜度が緩くなりしかも木が増えていますので1回転んだり止まったりしてしまいますとなかなか脱出できないかと思います。私は他の方が滑った跡が多いルートで滑っていきました。一本道になっていましたのでそれ以降はこの道を滑っていきました。しばらく滑っていきますとダムのような建物が見えてきます。ここで板を外して左から登ってまた一本道を滑っていきます。しばらく進んでいきますと C1 コースと合流することができます。次に紹介しますスキー場管理区域外アクセスポイントは北の峰ゾーンにあります5番のアクセスポイントです。私はここに行くために北の峰ゴンドラに乗りました。このゴンドラは初級コースがありませんので初級者は乗らないようにしてください。私は15分ぐらい並んでゴンドラに乗ることができました。それでは出発します。この日は天気が良かったので富良野市内や十勝岳連峰がよく見えました。今見えるコースは初級者でも気持ちよく滑れると思います。乗車して10分ぐらいで山頂駅に到着できました。北の峰ゴンドラ山頂駅を降車して左に曲がって歩いていきます。しばらく歩きますとプレミアムゾーンというコースがあります。このコースは過去に富良野スキー場北の峰ゾーンの YouTube 動画で紹介しておりますのでぜひご覧いただければと思います。さらに登っていきます。北の峰ゴンドラ山頂駅から15分ぐらい歩きますとスキー場管理区域外アクセスポイント5番がありました。スキー場管理区域外アクセスポイント5番は黄色の枠でお示ししている場所になります。ここから先はスキー場ではありませんのでその点を気をつけていただければと思います。このアクセスポイントからもさらに登っていきました。私はこの辺りから滑りました。日本に住んでいる外国人の後を滑っていきました。この日は新雪がたくさんあって気持ちよかったですね。途中木が密集している場所や急斜面の場所もありますので気をつけて滑ってほしいです。
結構滑り応えがあるくらいコースも長いと思います。後半部分は片斜面になっている場所が多く、トラバースするような感じで滑っていきます。この先連絡コースに合流することができます。これで今回の動画は以上になります。今回紹介しました北海道富良野市にあります富良野スキー場のスキー場管理区域外アクセスポイント2カ所を紹介させていただきました。富良野スキー場はバックカントリーをできるエリアがたくさんあり、新雪を楽しむことができます。ただ遭難するリスクがありますので、コースがわからない方はできるだけガイドをつけて滑っていただければと思います。スキーやスノーボードで富良野に行った際には、気ままな親父さんおすすめの富良野雪解けチーズケーキをお土産に買って帰ってほしいと思います。もしこれを買う機会がない場合は Amazon の販売サイトのリンクを貼っておきますので、こちらで購入してみても良いと思います。旭川周辺には富良野スキー場以外にも素晴らしいスキー場がありますので、それぞれの特徴をパート1とパート2で英語などの外国語字幕で紹介しております。興味を持たれた方はぜひ視聴いただき、旭川周辺でスキースノーボードを楽しんでいただければと思います。今後も北海道の北部の情報を中心に紹介してまいりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。おじさん、富良野スキー場で外国人の友達見つけたいな。